FM Osaka. 85.1. Gotcha! あんた、踊れるかい FM Osaka. Osaka. Take it easy. 7月18日金曜日夜8時になりました。こんばんは。あかねクラブ、今週も FM 大阪のスタジオから、ダンスチーム、アバンギャルディをプロデュースしている、振付師、あかねでーす。はい。ということで、皆さん、いかがお過ごしですか？もう毎日暑いですけど、溶けてないですか？大丈夫ですか？はい。先日ですね。先日。はい。東京ゲゲゲのライブに行ってきました。はい。これね、ライブツアー、今、絶賛ライブ中でございまして。もう、今だから、昨日広島もやってたよね。だから残すところはあと愛知か。来週の愛知で終わりかな？ほんまやわ。はい。行ってきましたよ、私。東京の方で行ってきたんですけれどもね。もう、マイキーさんすごく、ほんま、2年ぶりのツアーなんですって。で、まあ私もこれまで今までほんとマイキーさんの作り上げるライブとか見てきましたけども、またね、別次元行ったなーっていう感じ、すごすぎた。もう私、ダンス界の中でも、確かにいろんな、先輩方がいて、尊敬する先輩もいるんですが、やっぱり、もう自分の中では、子供の時っていうかまあ、中学生とか、小学生、中学生、高校で、見てたのが、チャンプル？これさ、同世代の人は絶対知ってると思う。ダンスとか別にそんな知らん人でも、少年チャンプルとかスーパーチャンプルっていう番組夜中にあったの知ってます？知ってますよね。あれ、だから中京テレビとかでやってたやつで、関西はもうど深夜にやってて、それを毎週ビデオに撮ってたんですよ、私は。でそこに出てたチームで、東京キッズっていうチームがいて、で、それが、キャリーパンパムの振り付けとかずっとされてたマイコさんと、マイキーさん、ね、東京ゲゲゲとかも、マイキーさんもほんまいろんな振り付けもたくさんされてるけれども、マイキーさんでしょ？で、今はね、失禁で大活躍中の庄司さんも昔は、庄司さんやんな、あれ。かずきさんやっけ？じゃあ、庄司さんか。どっちかな？あれ？かずきさんやっけ？忘れた。どっちかお二人どっちかもしくは両方東京キッズやったんよ。その辺ちょっと、忘れたな。けど、まあ、とにかく、もう、見てて、で、その番組からもちろん知って、で、自分が大学で上京した時も、もうすごいよ、やっぱ、こう、イベントとか見に行くやん。そしたらもう、東京キッズがもうガンガンにね、もう、大量のお客さん、多かった。でも、その時からもうずっと好きで、マイキーさんの、それこそ作ってる作品とか舞台とかもよく行ってたんですよ。で好きやなって、でもほんまにもう憧れっていうかなんかもう神みたいな存在の、そんなマイキーさんが、なんと私のことを知ってくれてるっていうね。すごくないっていう。だから知ってくださってて、でゲゲゲイにおったミクちゃんっていう子が、梅坊の、もうめっちゃダンスの話してる。梅坊の、その舞台でご一緒した時に、そっからお友達っていうか、いつも仲良くしてくれてるんですけど、今回ミクが、ライブ行きませんかっていうふうに、もちろん行くよっていうことで、行かせていただいて、で、マイキーさんも、若根さんと会いたいって言ってますって言うから、マジですかって言って、終演後にお会いさせていただきましてですね、もう、本当に、もう夢の時間でした。でね、またね、ライブがすごかったんですよ、生バンドで。で、ダンサーのケロさんって、もうケロさんももうほんまに
すごい方ですから、ポッパーアニメーション。もう、めちゃくちゃ世界的に有名な方、ペロさんと、で、この方は初めて見たんですけど、アロエさんっていう若手のダンサーさんで、もうすごかった、この3人、ミクと3人がもう素晴らしいダンスで、もちろんマイキーさんも歌って踊るんですけど、すごいんです。だからすごいものがまた見れて、超刺激的でした。はい、インプットしてね。で、またね、先月は、そう、大泉洋さんのね、舞台見に行ったって言ったっけ、この話。そう、行ったんですよ、舞台見に行かしてもらって。大泉洋さんと、宮沢りえさんが出られてまして、昭和から騒ぎというね。これまたすごい舞台を見ましたよ。もうずっと、もうこれだから三谷幸喜さんの演出の舞台でして、すごいセリフの量でした。だけど、で、しかもスピード感がすごくて、目まぐるしかった。でもなんか大泉洋さんも宮沢りえさんもそうですけども、めちゃくちゃ面白い。ほんまに。すごいわ。出てきただけでおもろかったもんな。おもろいってこれが表現が合ってんのか分からへんけども、めっちゃ、すごかったな。なんなんやろ、この人の、なんか演技って思う。引き込まれるし、やっぱ笑っちゃうんですよね。なんか素晴らしかった。だからでも、だからそういう演劇みたいなのも、なんかいろいろ見て、こういう風な展開とか、こういう演出は、なんか自分もやれそうって言ったらなんかちょっとあれやけど、なんか取り入れてみたいな、みたいなのとかもあったりするんで、ちょっとインプットを最近はいろいろ舞台とかライブ見に行かせてもらってね、してますね。はい。まあでもちょっと来週、ゲゲゲイは愛知公演あるみたいなので、ちょっと関西の人もちょっとよかったら行ってみてほしいな。チケットはないかもしれないけど、でもほんまにめちゃくちゃ良かった、かっこよかったから、行ってほしい。はい、ということで。はい、じゃあ、今週はですね、アバンギャルディのカッパトーク、あります。はい、ありますね。はい。そして、番組のどこかで、高根のなでしこからのメッセージをお届けしたいと思います。それでは、FM モスカ金クラブ1曲目。はい。まあもう、夏ということで、夏ソングもかけていくんですが、私はやっぱり青春時代は何を一番聴いてたかなって言ったらレゲエなんですね。はい。ほんまに。ほんまに何をそんなにっていうぐらい聴いてたんですね。で、まあその中で、好きだった曲をいろいろかけていきたいなと思います。じゃあもうまず1曲目、湘南の風です。はい。もうこれは王道ソングです。はい。もう、はい、王道です。けどもこれは私はもうカラオケで歌うサウンドで。はい。いきますね。元気が出る湘南の風で、サボテンです。FM Osaka. 85.1. FM Osaka. あかねクラブ。FM 大阪、赤のクラブ。それでは、アバンギャルディの、ということで、本日はこのお二人が来ています。琴音アバンギャルディと、チャチャアバンギャルディです。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということでね。先週はですね、たくさんリリースいろいろなミュージックビデオがリリースされたよとかいう話もしたんですけれども、はい。ちょうど言えなかったね。もう一個ありました。琴音さんよろしくお願いします。はい。はいタイのアーティストですよね。はい。はい。はい。タイのアーティストのミリミリちゃん。ちゃんはい。の新曲、はい。Sick with It おー。という曲のミュージックビデオに出演させていただきました。はい。やっと解禁した情報でございます。ほんまに、まだかなってずっとね、楽しみにしてたんだけれども、はい。ようやく解禁されました。このミュージックビデオはね、まあ、今回、なんか、いつもアバンギャルディは、まあ、いろんな曲のジャンルで踊るんだけれども、がっつりヒップホップ。はい。はい。感じで珍しい感じの。かっこいいミュージックビデオに出演したよね。すごかったですよ。どうでしたか？
もう、うんまずミリちゃんがうん、可愛いしかっこよすぎて、もうなんか、ずっと見ちゃう。ずっと見ちゃってた。ずっと見ちゃってたんだ。いや、でもなんかめっちゃかっこよかったよね。なんかミュージックビデオも見たけど、てか、もちろん完成品を見て、すごくなんやろ、シンプルなんだけど、なんていう言葉にしたらいいんかな。芸術のような、芸術作品のようなのにも見えるし、だけどすごいシンプルなの、本当に。ただみんなが顔を寄せ集めるだけとか、めっちゃ、簡単な、まあ、ムーブというか、シンプルな動きをしても、なんかそれがすごくなんか、芸術のように見えるような。なんかそれは、素晴らしいものだなと。思ってないやつの感想よね。いや、でも、ほんまにめっちゃかっこいいよな。そう、かっこいいし、はい今回の振り付けもすごくね、なんか本当に、盛らずに言うとほんま3分くらいできたよね。めっちゃ早かった。もう覚えるのに必死。いや、マジで早かった。3分でもなんかわけわかってきた自分のなんかいろんな、頭の中からさ、うわーって、はい、湧き出てきますって。もうでも大変でした、私たちは。本当ですか頑張らないああ、そうですか。いやもうすごく、かっこよくなって、本当に良かったですので、皆さんぜひ見てください。はい、ぜひ見てください。解禁されたし、やっとこの話が言えた。ずっと、まだかな、待ってました。ってましたけどね。はい。はい、ということで、まあそんな情報も解禁されつつなんですが、はい。いろいろね、今、あかねクラブにメッセージも、届いてるんだけれども、はい。はい。まあ、ライブもね、終わって、はいサードライブツアーも終わりまして、なんか、ちょっとみんなから、このリスナーの皆さんに、はい。なんかいろいろメッセージもね、募集したいなっていう。おーこちらから質問して、はいそれについてのエピソードとかをみんなから聞けたらいいなと思って、募集していきたいと思います。その、はい私、あかねとアバンギャルディからの質問ということで、はい今週からちょっと募集していきたいと思います。はい。じゃあ今日のテーマは、聞いてみたいこと、みんなに聞いてみたいことは、今まで一番楽しかった夏の思い出、はい。はたまた、最悪だった夏の思い出を募集します。はい。はい。このテーマで皆さんからのメッセージ、送ってきてください。FM 大阪のホームページをポチッと押していただいて、メッセージを送るところから、あかねクラブをポチッと選んで送ってきてください。はい。出まーす。なるべく短めで。なるほどね。なるべく短めでということなので、確かに大事よね。短くて、パンチの効いたメッセージを募集します。はい。これは皆さんからのメッセージをお待ちしてまーす。じゃあ、そんなことなんですけど、じゃあ、早速、じゃあこのテーマについて、はい。じゃあちょっと二人にも聞いてみたいんで、じゃあまずどっちからにするどっち結構弱いかも。弱いかもやって。ないけど弱いかもっていう。じゃあ、言ってみる。これは言ってみる。関西の子のね、あれですね。弱いかもっていう、そのなんか、弱いか強いかって。いや、じゃあ、琴音くん、はいお願いします。楽しかった思い出ですかこれは。でもあるし、でもあるし。それが嫌でもあったっていうのがあるんですけど、何めっちゃ真夏の暑い日にっていうかまあ、うん一回うん、朝日を見に行きたいなと思って、急にはい。一回は見に行きたいなと思ったんです。自然が好きなんで。一回は見に来たって。はい。うんだからうん、めっちゃもう夜中の2時ぐらいから出発して、5時ぐらいに到着できるようにうん行ったんですよ。うんで、まあ、どこにいたそれがちょっと調べたんですけど、わからへんの思い出せなくて。思い出されへん。それ山ですかそれとも海ですか山です。山なんや。め山にっちゃ上の方まで、あ山頂まで登って、はいはいはい。朝日を見に行ったんですよ。うん本格的や。でもそれを、山登ってる最中が、もう暑すぎて、暑すぎるし、そうやんな。なんもね、2時とか3時とかですかうん確かに夜中やと家もうも。真夏なんで暑くて、なしかも、山登るのにサンダルで行っちゃって、
ちょっと間違えて、そんなに険しいとちょっと舐めちゃって、山登りを。で、まあ、サンダルで行ったの間違いやったし、ほんでで、まあ、よし、見れるぞって思って、上まで行ったんですよ。もう行ったんや。もうそしたら、霧でギリ。何も見えなくて、ただ山の、汗かいて山登っただけになってしまって、太陽は見れず、え何も、朝日もうただの霧。それちょっと、めっちゃ楽しみにしてたのに、何それ最悪でした。最悪やん。はいただただ疲れて。疲れて、下ただの、そうだって。山下山してみた。ただのででもまあ、景色は良かったですよ。霧で見えなかったですけど、高いし、いやでもまあ、そんなことがあったんだ。はい、ありました。残念でした。それが薄いっていう。はい。薄いかも。はい。薄いエピソードかも。はいいやでもなんか最悪やね、それは。最悪でした。はい。じゃあ、そん以上なで、す琴音さん、ここで曲を。お願いします。私、夏ソングをかけたいと思います。花で Burning Flower。どうぞ。アバンギャルディのおかっぱトーク。本日は、琴音とはいチャチャが来ています。はい。じゃあ、この夏、一番、じゃない。この夏じゃなくて、今まで人生の夏で一番楽しかった思い出もしくは、最悪だった思い出。はい、夏の思い出を教えてくださいということで、はいメッセージ募集中でございます。はい。はい。じゃあ、チャチャはありますか？はい。私は、ダンス合宿に行った時に、ダンスはい。に行ってたんですね。毎年行ってたんですけど、いつも通りめっちゃ踊って、汗かいて、スイカ割りとかもして、楽しんで、だんだんその合宿だから、何ダンス強化合宿みたいな。とにかく、どこ行くんなんかその、八高原まで行きました。林間学校かなんかで行ったことあるような、ないような。多分やっぱそんな感じのとこない。で、そこの体育館もめっちゃ蒸し暑くて、聞いてなくて。もそんな中でこ、れい多分そこで熱中症なりかけてたかわかんないんですけど、家帰ったらめっちゃ熱出て、熱中症やん。でも、病院行ったらまさかのコロナになってて、ダブルやん。だからダブルでかかってて、もう、やられまくりや。やられまくりの夏を思い出しました。最悪すぎるやろ。スイカ割りとかして楽しかったのに。めっちゃ楽しかったんですけど、帰ってから、どっと来ちゃったんだ。ちょっとそれは、そんな夏を、辛い全然ちょっと楽しかったんですね。のに、帰ってから、コロナになっちゃっはい、ダブルでた。ダブルで熱中症そんな夏みたいな時にコロナやったっていう。思い出しました。かわいそう。かわいそう。私はね、何ですかいや、私もあるんだけど、はい。実は、もう、なんだ、気になる。やばい話。ほんまこれな、やばい話。最悪とかじゃなくて、ほんまに最悪っていうかまあ、やばい。やばいって言うんですか？私やねんな。さあ、なんか去年の夏の話ですけど、はいもうめっちゃ忙しかったんですよ、去年の夏。うん。でも忙しすぎてもうなんか、休みもない、当たり前に。マジで忙しくて、海外にいたんですよ、私が。で、仕事で、日本に1日だけ帰ってこないといけなかったんです。ビッグ仕事で。で、弾丸で1日帰るって、まあ、仕事バーって1日終わらして、はい。で、また海外に戻ります。うんなったわけですよ。で、その時に、まあ、一人でね、飛行機に乗ったんですよ。だから、まあ、言ったら、まあ、マネージャーさんだったりとか、誰か仕事の関係者だったりは、同行しておらず、私一人行動だったんですね。で、そんなことも、ほんまにないんですよ、基本的にめったに。いや、もう初めてかな多分。一人で、海外に行くのが初めてなんですよ、多分。そう。で、2日前まで飛行機乗って、また飛行機乗るから、またかよ、とか思いながら、疲れたとか思いながら、まあでも、しゃあないから一人で行こうと思って、ありがたいことに、まあビジネスクラス
で移動したんですよ。時間もフライトまであったので、なんかラウンジみたいなのが入れるんですね、ビジネスクラスになると。はい。ラウンジで、なんか暇つぶしというか、それでも仕事はしてましたよ。暇つぶしじゃない。仕事して、はい。しながら。しながら、で、ちょっとご飯食べたりして、まあそこでちょっと、まあ、ビールは飲んで、やっぱ飲んでる。まあ、飲むでしょ、それ飲むでしょ、それはだって。当たり前。そう飛行機乗るだけの日やったしね。ああ。なんかまあ、ちょっと、だかなと思って飲んだりして。はい。で、飛行機乗り込みまして、そしたらまあ、お隣がいない座席でございまして、で、まあ、時間は3時間ぐらいだったかな。で、そこで、まあ、その中で、また、また仕事のなんか映像確認とかをしながら過ごしてたんですけど、降りまして飛行機。で、まあもう今から着いたから、イミグレーションか。イミグレーション。通るときに、パスポート出そうとするじゃないですか。そしたらないんですよ。どこに。はい。何してんだって話ですよ。で、ってなってもさ、カバンもガーッと探して、ぶちまけて、想像できるでしょ私は、ないって一人で。で、なってないんですよ。で、おーってなって、飛行機に、隣にいてへんかったから、ちょっと荷物を置かせてもらってたんで、そこに絶対あるから、忘れてきたんや、と思って、で、係の人に言って、すいません、パスポートの方が、飛行機の隣の座席の方にあるんで、ちょっと見てもらっていいですかみたいな感じで言ったら、ありませんと。ありませんって言われて、ありますけど、絶対止めない。じゃあ、探しに行きましょう、一緒に、みたいな感じで、実際見に行ったんですけど、ないんですね。どこにも、ってなりまして、もうどうしようもないんですよ。ないから。どこに。でも、飛行機には乗れてるんで、乗れてる時点では持ってるでしょあれってことなんですよ。どこ行ったんだみたいな。ラウンジに置き忘れたから。いや、そんなわけないな。いや、そんなわけないな。飛行機乗った飛行機乗る時絶対見せるしな、みたいな。ないんです。で、はい。緊急帰国ですね、また。はい。乗って、乗りました。はい。着きました。着きました。ないんです。パスポートは。じゃあ飛行機の中以外ないじゃないですか。飛行機乗れてんだから。飛行機の中にないんです。どこにも自分も探しに行きました。ありませんでした。なんでいや、なんではい、入国できませんから。それがないと当たり前ね。で、結局、日本にもう帰るしかないので帰りまして。帰るのはできるんですね。いや、まあそれはもう、まあ手続きみたいなのありますよ。紛失みたいな。だけど、着いた瞬間に、ありましたってね。どこにわからないですよ。飛行機なんじゃないですか。でも、探しましたよ。でも、なかったんですよ。だけど、なんかあったんですって。どういうこと心がついてから。マジで意味わからなくて。でも自分が悪いですけど、100%。ね。自分が悪いですよ、そりゃ。でも、多分めっちゃ疲れてたなと思うんです。もうこれ、言い訳っていうか。いやでも。ね、なんかあれですけど、ほんまに、記憶がもう、あの時もうやばかった。ほんま忙しい時だったんで、まあなんか疲れてたんだなっていうことで、皆さん気をつけてねっていう話。パスポート。そう、だから、夏休みとかにほら、海外行く方も多いでしょ？多いですね。最悪ですよ、そんなんで。気をつけましょう。マジでね、あるあるなんですよ、このパスポートがどっか置き忘れちゃうとか。携帯とかもそう。携帯もようなくしてる人おんで。あかんさん。誰かなんか、この前見たで、この前なんか国内の、北海道かなんか行くって言ってる人がね、隣の奥さんがなんかが、って言って、絶対トイレに置き忘れたって言って、でももう閉まってんねん、扉。無理ですって言われてた。無理ですって言って、そのないまま、携帯ないまま飛びましたので、旅行先でどないすんだろうなと思いながらね。でもそういうことがあるんです、皆さん、日常的に。だから、パスポートなり、携帯電話は、すぐに大切なものなので、カバンに直して、チャック閉めましょうっていう話。それを言いたかった、私は。最悪なところから、みんなが判明教師ということ。そういうことじゃない？はい。そうです。だからほんまに気をつけて、だから本当めんどくさかったんです、それで。帰って、また手続きが、無駄な手続きが、パスポートとかの、そうですね。まあ、それだけはみんな気をつけてね、っていうことです。ね。最悪だったけど、
はい。よかったですね。よくはないですよ、もうこれ、でもあって、じゃあでも、ほんまなんかよくさ、空港とかのさ、ベンチのとこでさ、よく横たわって寝てる人とかいるやん。うん。じゃあ、この人ら一体何してんのと思うわけやん。それやった。私。完全に、もう居場所がないしな。ああ、そこにいるじゃない。ないよ。で、こうなんか目つぶったりとかしてさ、でももう心はさ、ここにあらずだからさ、もう。あるかわかんない。そうそう、そ一人やしな。確かに一人。怖かったね。もう、気ぃつけてね。はいはい。気をつけます。一番に確認して。でもこれ一番最悪な話しちゃう。皆さんも、はい。はい。あったら教えて。これぐらいのこれを超えるエピソード。エピソード。これ、ただのバカです。私も。はい。ということでした。じゃあ、ちゃちゃさん。はい。じゃあ、ここで一曲お願いします。はい。夏といえばの定番曲を。おー。ゆずさんで夏色です。トークでございます。はい。乗っ取られたついに。ゲイじゃないんだよね。はい。ということで、告知というか、ちゃちゃさん。はい。例の話をね、はいしなければならないよっていうことでございます。例の話を。はい。告知というか、もうこれ、どうでしたかっていう話です。今日が、収録じゃない。うん生放送そうのの前の収録。なので、ちょっとどうなってるかは、わかんない。想像ついてないんですけど。いやはこれだから視聴者のリスナーの皆さんはもう分かってるけどね。い。はい。歌コンの方で、はい。歌コン出演した。はい。やっと念願の念願のね。岩崎宏美さんとやば。コラボレーションさせていただきました。探しれるない。いやもう、マジかよっていう話、私は。正直問題。だって、神やん。神と、なんか神様っているんだって思いました。まず。存在してんねや、みたいな。わかる？なんか岩崎宏美さん、ねはい。生で会えるとか、そんな世界線、いです。じゃなかった。はいです。だから、で、スピードアップバージョンが、本邦初公開です。ありえねえじゃん。すごくない？ありがとうございます。いや、本当にありがとうございますやで。でもこれだからまだ、その生放送の前ですから、いどうなってるかわかんないの。ないです。どうなってん？誰がこけてるとかやめて。はい。ほんまに。ほんまこけてるな。やれ、なんか、当たったりとかしてない？ヒロミさんに当たったり。ないないないです。結構近いからさ、はい。えぐいやん。もう、なんかちゃんとコラボっていう形でやってくださったからさ、すごい距離が近いのよ。大丈夫っていう。大丈夫。そっかそっかそっか。まあでも、そう、もう放送後ってことなんで、ちょっと、何かしら、もし録画とかされてたりとか、全録の方とかはちょっともし見逃してたら見てください。はい。楽しみや。楽しみ。そして告知がございますか？昭和産業の魔法シリーズとアバンギャルディによるコラボキャンペーンがスタートしています。キャンペーン期間は6月20日から8月31日まで、抽選で限定のコラボグッズをプレゼント。そして第2弾のコラボダンス動画も上がっております。はい詳しくは昭和産業魔法シリーズ特設サイトをチェックしてください。やっとしてね。みんなグッズ。はい。じゃあ、これ、だから、ちょっとまあね、収録っていうこともございまして、最新情報はなかなかいつも言えてないんですけど、このオカパトークでね。まあもろもろ何かしら、上がってると思いますので、詳しくは、アバンギャルディのファンクラブだったりとか、はいホームページの、インフォメーションをチェックしてみてください。はいお願いします。はい。ここでじゃあメッセージご紹介したいと思います。はいラジオネーム、滋賀県のパパちゃんマンさん。おー、滋賀県。またよ。またよ。いつもやねん、このパパちゃんマンは。
読んでしまいがち。ありがたい。また今日もね、読みたいメッセージ届いてます。こんばんは。こんばんは。私は会社の定期検診で体重が増えていてダイエットを勧められて、いつもダイエットを始めますが、はい毎回いつも三日坊主で終わってしまいます。わかります。皆さんは何か始めようとして三日坊主で終わった経験ありますか？あるよ。あっちゃらもう一緒私も。だからこのダイエットっていうのを最近やろうってなってます。それはもちろん。うん。もうとんでもなく今太っちゃって。あら。体重がね。で、そりゃそうよね。なんか好きに、もう体を大して動かさずに、ビールばっかり飲んでるから。みんなに言われねえ、なんかやっぱダンスやってるからさ、そんなことないよみたいな。動いてるよって言われるけど、ほんまに動いてないのね。踊ってないのよ。ほとんど。基本的には。で、ついに、なんちゅう24時間やってるジムはい。 24時間やってるジムっていうかさ、ほら、24時間使えるジムみたいなのあるやん。好きにマシン使ってくださいみたいな。あそこを契約しまして。行ってるんですかね。あれない。あれうん、いつやったっけなあれ契約した。予約してから一回は行っ一回は行ったよ。でも思い立った日に契約して、それっきり。たでもない。うん。はい。その日が。一日坊主です。はい、一日坊主でございます。行ってください。行くわマジで一回じゃあ、まで走らないと。1時間は走ったから。すごい。そうそうそう。でも一日の1時間。はい。やるときやるっていうことで。ありますか？三日坊主。三日坊主の方々。三日坊主あります。三日坊主でしかない。ちゃちゃが何を三日坊主しちゃったの？でも、何よって言われたら、なんか、日記書いてみようとかも、日記書いても、1日です。まに、3日も書いてないかもしれないです。日記とか私意外といけるか。私はもうダメでした。ことねは私は、筋トレああ。一緒や。もうわかるよ。いや、もうほんまに、やろうって思った日はめっちゃやるんですよ、やっぱり。そうだよな。いつの間にかもう、辛い。どうしたらいいんやろ、三日坊主をやめるには。三日坊主のやめさせ方教えて。無理やろ。どうしたらいいんやろな。でも、簡単なものやったらいけない継続しやすいもの。5分でいいとかさ。でもその5分を忘れちゃうんですよ。だから、それをセットにするね。日常の。これしたらもうする。歯磨きの時に絶対これするとか。絶対にやるものはあるやん。こんな三日坊主の私たちでも。はい。絶対風呂には入るし、絶対に歯だけは磨いてるやん。それ以外はさ、やってないけど。そこのタイミングでやるとか。そうですね。はい。流れで。はい。絶対やる。はい。ダッチ三日坊主。はい。ありがとうございます。では、あっという間のお時間でございました。はい。じゃあ、お別れに一曲。これ2曲。あなた何かけたのさっき。あれじゃあ、お別れに一曲ミリでなんちゃらってまあ出てるかもしれないから、その時、布施さんがどうにかすればいい。それでは、ありがとうございました。本日のおかっぱトークは、チャチャとことねでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、お別れに一曲。じゃあ、チャチャお願いします。はい。ミリさんで、シックウィズイット。